皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、皆さんこんにちは。先日私のところに詐欺の電話がかかってきました。詐欺っていうのはお金を目的にして嘘をついて騙すことです。電話に出てすぐ詐欺電話だなって分かったんで録音しました。音声をちゃんと残しておいたんです。今日本で急に増えているタイプの詐欺の電話です。最初にどんな電話が来たのかを説明します。その後実際の音声を聞きましょう。面白いと思いますよ。はい。で、まずですね、どんな電話がかかってきたかというと、奈良県警の何々ですが、何々さんでお間違いないですかっていうふうに言われました。私のフルネームを言って、お間違いないですかって言われたんですね。で、奈良県警っていうのは奈良県の警察です。奈良っていうのは大きな大仏、東大寺の大仏で有名なところです。鹿もいるところですね。京都の方です。で、とりあえず私のフルネームだったんで、はいって言いました。そしたら私に資金洗浄の容疑がかかってるって言ってきたんですね。資金洗浄というのはカタカナでマネーロンダリングとも言うんですけど、犯罪、つまり悪いことをして手に入れたお金をどこから手に入れたかわからなくすることです。汚いお金を洗ってきれいにするってことですね。洗浄は洗ってきれいにするという意味です。で、容疑っていうのはあなたがやったんじゃないのって疑われることです。だからもしその容疑を晴らさないと警察に捕まっちゃうかもしれないというちょっとドキッとする言葉です。でも資金洗浄の容疑って聞いた時点で詐欺かなって思ったんです。ちょうどそういう詐欺が流行ってるってニュースで見たばっかりだったんです。で、電話番号に本物の警察署の電話番号が表示されて、で、資金洗浄の容疑がかかっていると言ってくるタイプの詐欺が流行っているっていうニュースだったんで、まさにこれだって思いましたね。で、その時点で番号を見たら888で始まる番号でした。でも日本の番号って888では始まらないんです。だから本当の警察署の番号ではないなと思って、どっちにしろおかしい話だったんで録音を始めました。どんな風に騙してくるのか聞いてみたかったんです。私詐欺の電話がかかってきたのは初めてだったんです。だから興味があったんですよね。あとやっぱりどっかでポッドキャストで使えるかもしれないって思っていたかもしれないです。で、だからね、最初は面白いなと思いながら聞いてたんですよ。奈良まで来れますかとか、警察から連絡が来る心当たりはありますかとか聞いてくるんで、心当たりっていうのは、あれ、もしかしてあれのことかなって思うものやことのことです。で、この心当たり、後で一緒にね、聞く詐欺の電話に出てくるので、ちょっと覚えておいてください。で、向こうが事件の説明をしてくれました。奈良で捕まった田所なんとかっていう男がいて、その人の家から
私名義の、私の名前のキャッシュカードだったんですけど、が出てきたっていう話だったんです。ただ私、どうもこれをね、クレジットカードって聞き間違えていました。で、身分証、つまりパスポート、免許証、マイナンバーカードを紛失したり、盗まれたりしたことはないかって聞かれました。紛失するっていうのはなくすという意味です。で、免許証というのは運転免許証のことで、車を運転するときに絶対に持っていないといけないものです。で、この運転免許証が、日本で、日本人がね、何かの会員になろうとかしたときには身分証明書になります。ただ、ここ数年は、マイナンバーカードが出てきて、身分証明書としては、マイナンバーカードの方に、移行しつつあります。で、マイナンバーカードは、マイナカードとも呼ばれます。で、マイナンバーっていうのは和製英語で、日本でできたカタカナ語ですが、自分の個人番号のことです。でマイカーとか、マイボトルとかも、和製英語なんですが、このマイは自分のという意味です。マイボトル持ってきてくださいねなんて使ったりします。そのマイナンバーがカードに書いてあるのがマイナンバーカードです。で、もちろんなくしてないので、なくしてないって答えたんです。で、そしたら私の楽天銀行のカードが出てきたって言われたんですね。で、実はその楽天カード、楽天のクレジットカードについてはちょっと心当たりがありました。3ヶ月ぐらい前かな。もっと前かもしれません。私は言語学習サイトの iTalki に先生として登録してるんですけど、やってる方はわかると思うんですが、先生と生徒ってiTalki を使ってメッセージがやり取りできるんです。で、そのメッセージボックスに12時間以内にクレジットカードの確認をしないと先生としての登録を消しますっていうようなメッセージが英語で来てたんです。で、日本語で来る詐欺メッセージって日本語がだいたい変なんで詐欺だってわかりやすいんですよね。でもそのメッセージは日本語だったんで、ちょっとわからなかったんですよ。で、iTalki から外部サイトへのリンクがあって、そこでクレジット番号を入れるようになってました。で、私、入れちゃったんですよ。番号を。そしたら、次の画面で、クレジットカードがあとどれくらい使えるかを入れてくださいっていうメッセージが出ました。で、なんでね、iTalki がね、あっちが私にお金を払ってくれる側なのに、なんでそんなことを知る必要があるんだろう。私の英語の理解が間違ってんのかなと思って、そのメッセージをコピーして、チャット GPT に日本語に翻訳してくださいってお願いしたんですね。そしたら、チャット GPT が詐欺の可能性がありますって教えてくれました。いや、つまり、翻訳してくださいっていう私のお願い以上のことをしてくれたんです。もう本当に素晴らしいチャット GPT。感謝してます。で、びっくりして、すぐにクレジットカードを止める手続きをしました。でもね、外部サイトへのリンクがある時点で怪しいって思いなよって旦那に言われて、本当にその通りなんですけど、ただその時私、一瞬、先生としての登録を失うのはまずいって強く思っちゃったんです。というのも、ちょうどですね、あかね的日本語教室のあかね先生、皆さんご存知の方多いと思うんですけど、そのあかね先生の YouTube の動画に iTalki の先生として私が出ることになってたんです。で、もう撮影も終わってたんで、今更そこのね、先生じゃなくなるのはやばいってちょっとね、思っちゃったんですよ。っていうのが私の言い訳なんですけど、外部サイトへのリンクで、クレジットカードの番号を入れろって言われた時点でおかしいって思わなきゃいけないですよね。本当にバカでした。本当にバカだったなってね、今だと思えるんですけどね。
で、その詐欺サイトに入れてしまったクレジットカードが楽天のカードだったんです。なので、そのカードのことかなってちょっと思ったんですよね。ただ、後で電話の録音を聞いたら、電話での詐欺師は楽天銀行のキャッシュカードかな。とにかく楽天銀行のカードが見つかったって言ってたんです。でも私が詐欺のサイトに入れちゃったのはクレジットカードの番号であって、銀行のキャッシュカードではなかったし、クレジットカードそのものは私がすでに処分してたんです。処分っていうのは捨てることなんで、だからどっちにしろカードがその田所って人の家から出てくるはずがないんです。でも一瞬、私のね、クレジットカードの番号を使って、田所って人が実際に何か資金洗浄したのかなって一瞬思っちゃったんですよね。つまり、相手の詐欺師の話を私はちょっと信じてきてたんです。嘘だって思ってるのに、でももしかして本当かもしれないっていう気持ちが出てきて、心臓がね、ドキドキしてきました。で、このままだと本当に信じちゃうかもしれない。万が一ね、お金を払うようなことになってしまってはまずいと思って、その時点で折り返してもいいですかって聞きました。電話を折り返すとか、折り返し電話をかけるっていうのは、一度電話を切って、こちらからかけ直すっていうことです。もちろん、履歴を使ってかけ直すのではなくて、もし奈良県警の番号を言ってくるんであれば、その奈良県警の代表番号に改めてかけ直すっていうことです。そしたら相手が、渋谷の警察署の番号を言うっていうんで、もう、と思って、つい、奈良県警じゃないんですかって聞いちゃいました。渋谷は東京なんです。だから、奈良からは遠いんですよね。だから一緒には動かないと思うんです。っていうか、今その話してる相手にね、電話を折り返すんであれば、その人は奈良にいるはずなんで、渋谷の警察署に折り返すのはおかしいんですよね。そしたらね、変な言い訳をしていたんで、ぜひ何て言ったか聞いてみてください。言い訳っていうのは理由を言うことなんですけど、言い訳をするっていうのは、どっちかっていうと悪い意味で使います。なのに、そのね、変な言い訳を、もしかすると本当の可能性もある、と 1% ぐらい、やっぱり思っちゃいました。では、詐欺師と私の電話の会話を聞いてください。私の本名を確認された後ぐらいからの会話です。はい、事件のことで詳しくですね、伺いたいことございますので、身分証の方をですね、お持ちいただいて、奈良県警まで出向くことというのは可能でしょうか。いや、できないですけど。では奈良の事件と聞いて警察から連絡が来る心当たりというのはございますか。いや、ないですね。はあ、であればですね、このまま事件内容について説明をしますが、はい。こちらですね、現在捜査中の案件でございまして、はい。犯人の名前やですね、犯について、いくつかご質問します。第三者のいない静かな環境というのを作っていただく必要ございますが、今そういった環境下で、ご対応可能でしょうか。はい、大丈夫です。はい、わかりました。これからの会話内容はですね、捜査をするにあたって録音しますのでご了承ください。はい。はい、本題に入る前にですね、1、2点、さんにご質問の方をさせていただきます。はい。さんはですね、ここ3年以内にご自身の身分証、この身分証とはですね、パスポート、免許証、マイナンバーカードのことを指します。はい。そういったものやですね、キャッシュカードなど個人情報にまつわるものをですね、紛失したり盗まれたり、そういったことはございませんでしたか。ないです。はい、ではそういったものをですね、誰かに貸したり預けたり、もしくは売買をしたり、といったようなことはございませんでしたか。ないです。はあ、ではなぜ今こういうことを聞いているかというとですね、事件に、3名義のですね、キャッシュカードというのが関連しているので伺いました。はい。
今回ですね、捜査本部が置かれております奈良県警の方で、田所剛という人物をですね、主犯格とする詐欺グループの事件の捜査を進めておりまして、はい。この田所をですね、逮捕するにあたってですね、はい。家宅捜査したところですね、大量のスマートフォンや、銀行のキャッシュカードというものを押収しております。はい。はい、その中の1枚にですね、3名義の楽天銀行のキャッシュカードというのが含まれておりましたので、はい。はい、本部ではですね、さんが田所グループの資金洗浄にですね、加担しているのではないかというような容疑が現在かかっております。はい。はい。さんは田所剛とはどういったご関係でしょうか。全く心当たりのない名前なんですけども。はい。では、こちらの押収している楽天銀行のキャッシュカードについては何かお心当たりございますか。いや、ないですね。はあ、楽天銀行のカード自体はお作りになったことございますか。はい。はい。今、そちらの楽天銀行のキャッシュカードというのはご自身で管理されているんでしょうか。はい。はあ、今、手元にあるというような状況でしょうか。ありますね。はい。では、全くこの事件に関しては心当たりというのはございませんか。はい。すいません。一応、折り返してかけてみてもいいですか？はい、大丈夫ですよ。電話番号はい、教えてくではださい。代表番号、はい、代表番号渋谷署になりますので、03、すいません。奈良なのに渋谷なんですか？こちらですね、先ほども申し上げましたが、数百枚に及ぶ口座名義人に対してですね、奈良県警単体では、対応しきかねるということで、他府県の捜査二課の方にですね、はい。捜査協力要請というのが降りております。わかりました。はい。じゃあ、番号を。はい。はい、03、はい。 3498、はい。0110。 0110。はい、こちら渋谷署捜査二課白石までお願いします。内線番号もお伝えしますね。はい。はい、内線番号が021番となりますので、よろしくお願いいたします。021。はい、わかりました。失礼いたします。はい、お待ちしております。はい。はい。どうでしたか？この後、相手の言った番号をネットで調べたら、実際に渋谷の警察署の番号でした。なので、かけてみたら、それは詐欺ですねってすぐに言われました。ただ私、携帯の番号と私の本名が紐づいてしまったことが心配だったんです。紐づくっていうのは、紐でね、あるものとあるものを縛るっていうようなイメージなんですけど、何かと何かを関係させることです。特にデータ同士を関連づけるときに紐づけると言います。で、今回は相手の詐欺グループは最初から私の携帯番号と本名のデータを持っていたわけですが、私が何々さんですねっていう確認にはいって答えてしまったことで、そのデータが正しいってことを認めちゃったわけなんですよね。それがすごい心配で、大丈夫なのかどうか警察の人に聞いてみました。ではその部分、警察の人が何て答えたか聞いてみてください。ただ心配なのが、私の携帯番号とフルネームで、フルネームはもう一致しちゃったんですよね。つい、そうですかって言われたんで、はい。個人情報を、はい。卒業アルバムとか社員名簿とか買い物した履歴とかからはい。集めて売ってるやつがいるんですね。で詐欺グループがそれを1件いくらで買い取って、はい。リストを上から順番に電話をしてるだけなんで、はい。そんなに気にしなくてもいいです。あ、本当ですか。よかった。わかりました。はい。向こうがターゲットにするのは、はい。そういう電話をしてて話の流れで、はい。いくら貯金持ってるかとか、はい。お家にいくら現金が置いてあるかとか聞いてからなんですよ。あ、なるほど。だから例えば個人情報を知ってるからとか、はい。電話でね、こういうふうにお前詐欺だろうとかって口論になって、はい。お前んち知ってるから火つけに行くぞみたいな
捨て台詞を吐かれたとしても、はい。わざわざ来ないんで、向こうが欲しいのはお金ですからね、あくまでも。振り込まれるお金ってことですか。じゃあ。振り込みもそうだし、はい。オレオレ詐欺みたいに、おばあちゃんお母さんちょっと困ってるからいくら用意しといてって言われて、家に取りに来るパターンもあるんですよ。はい。なんで、そういうふうにね、約束しちゃうと、はい、もちろん来る可能性が高くなってくるんですけど、そこまでじゃなければ、はい、もう向こうはね、すごい毎日何百件何千件と電話してるんですね。なるほど。なので、ちょっと見込みがないのはもう切り捨てていくしかないんですよ。はい、わかりました。じゃあ、はい、大丈夫そうですね。名前知られてるぐらいは。そうですね。はい。名前を知られているくらいは大丈夫とのことでしたね。で、話の流れでいくら貯金を持っているのか、家にいくら現金があるのかを聞いてからって言ってました。これ、ちょっと怖いなって思ったのが、話の流れで大事な情報をうっかり言っちゃいそうなんですよね、私の場合は。例えば、一番最初に奈良に来れますかって言われたとき、行けないですけどって、今回は答えてましたけど、もしかすると、いえ、山梨に住んでるんで、奈良は遠くて行けないです。というような余計な情報をうっかり言っちゃう可能性がありますよね。さすがに家に現金があるとか、貯金がいくらとかは言わないとは思うんですけど、なんか私はね、あまり自分のことが信じられません。はい。では、さらにさっきの警察の人の話の続きを聞きましょう。警察の人が今一番問題になっていることを教えてくれます。それは何でしょうか？でただ今ちょっと問題になっているのが、はい、警視庁本部とか新宿渋谷警察署の、本物の番号を出してくる。そう、それ聞いたことあるんですけど、その表示が、はい、表示自体がそれが出ちゃうんですよね。そうです。海外のアプリだとか、はい、それで第三者の番号を出せるようなやつがあるんですよ。なんで警察署のみならず、例えば全然違う方のね、はい、番号を出してきたり、っていうこともあるんで、そこに折り返すと全然知らない人が出ちゃったりしたり、でやっぱ危険なのはその警察署の本物の番号に、を出してきて、本当の警察ですよって言われちゃうと、番号本物だからそうかなって、思っちゃいそうですね。はい。わかりました。ただ折り返しちゃうとね、これにかかってきちゃうんで。はい。じゃあとにかくやっぱり折り返しすればいいっていうことですね。そうですね。警察とか役所とか、そういうふうに言われても信じないで、今回みたいにちょっと折り返しで確認をしていただいた方が一番いいと思いますね。わかりました。ありがとうございました。はい。どうも。はい。はい。よろしくお願いします。はい。お世話様です。じゃあ失礼いたします。失礼します。はい。今一番問題になっていることは、新宿署などの本物の電話番号を表示させてかけてくるパターンがあるという話でしたね。例えばパソコンの前にいて、表示されている番号を検索 しながら話を聞いたとするじゃないですか。そうすると、あれこれ番号本物だからこれ本当だなって思っちゃいますよね。なので対策としては、とにかく一度電話を切って履歴は使わずに、折り返すということが大事ですね。はい。で、最後に、警察の人が言っていたオレオレ詐欺、電話の詐欺でもう一番有名なオレオレ詐欺について軽く説明します。オレオレ詐欺はもう20年以上問題になっていて、それでもまだまだ続いている詐欺です。電話がかかってきてですね、出ると、俺だけどって男の人が名乗るところから始まるので、オレオレ詐欺と呼ばれています。最近は俺だけどで始まらない電話もさすがにね、多いらしいんですけど、全部まとめて、オレオレ詐欺って呼ばれています。で、これは、その、俺だけどっていうのは、
男の人が自分の親に、実家に電話をかけるときによく使う表現なんですね。名前を言わないで、あ、俺だけどってかけるんですよ。それで話が通じるからですよね。だからそこの家にも大きくなって家を出て行った。一緒に住んでいない息子がいたら、その息子からの電話かなって思うんです。で、その息子が言うんですよ。交通事故を起こしちゃったと。今日中に200万円振り込まないとやばいって、泣いたりするらしいんですよね。で、親は心配して振り込んじゃうんです。本当の息子と声が違うんじゃないのって思うかもしれないんですけど、でも、親の方は息子がパニクってて、声が違うように聞こえるのかなって思うらしいです。その親本人もパニクってるってことですよね。で、15年以上前に朝っぱらからね、母から電話がかかってきたことがあります。で、会社に行く前だったんで、ちょっと急いでて、どうしたの？今から会社行かなくちゃなんだけどって言ったら、何言ってんの？昨日あんなに心配かけておいてって怒られたんですね。で、何のことって思ったら、オレオレ詐欺の女バージョンみたいなもので、私のふりをして電話をかけてきた女性がいて、電話口でなんかもう死にたいみたいなことを言ってね、泣いたそうなんです。で、母は心配して、何言ってんのって、こんなにね素晴らしい子はいないよってね、一生懸命慰めたみたいなんです。どんなに素晴らしい子なのかってね、言葉を尽くして1、2時間話したらしいです。夜中にね。でもね、それ私じゃなかったんですよね。私はそんな電話をかけてなかったんです。だからその母はお金を騙し取られたりしたわけじゃないので、詐欺ではなくてただのいたずら電話かなって思うんですけどね。ただ、その子の声は私とは違ったみたいなんです。でも母は私が泣いて夜中に電話してくるくらい追い詰められているから声も違って聞こえるのかなって思ったらしいんですね。そういうのを辻褄を合わせるって言います。辻褄を合わせるっていうのは話におかしいところがないようにするっていうことです。例えば、今日は朝9時に起きました。で、仕事を8時半に始めましたって言われたら、なんかちょっとおかしいですよね。そういうのは話の辻褄が合っていないんです。ただ、あれじゃあ仕事を始めたのは夜の8時半ってことなのかなって思うことは、辻褄を合わせようとしている心の動きになります。だから心の動きとしてつい信じようとしちゃう、話の辻褄を合わせようとしちゃう、それは本能なのか善意なのかわかりませんけど、詐欺ってそこにつけ込んでますよね。母はそれからは賢くなって名前を言わせるそうです。兄が昔は俺だけどって電話してたのを今は名乗らせるし、もし俺だけどって言われたら、俺って誰ですかって聞いているそうです。それでちょっと行き過ぎて、先日私の夫が母の携帯に電話したとき、下の名前を名乗ったらしいんです。トシという名前だとしておきましょう。で、夫が、お母さんですか？トシですけどって言ったら、どちらのトシさんですかって言ったらしいです。それで、娘さんの夫の何々トシですとフルネームで答えたらしいです。この場合はトシで十分だと思うんですけどね。普通なら。つまり、ちょっと微妙なのは、そこまで言わせようとすると、相手にちょっと失礼な印象を与えるんですよね。ただ、そこまでした方が、詐欺からの身を守るにはいいのかもしれないって、今回詐欺電話を受けて改めて感じました。私の母はね、正しいですね。で、今回の一番大きな収穫は、嘘だって思うのに、ちょっと当てはまる部分があると、あれのことかなって
心当たりを探しに行ってしまう自分の心の動きを感じられたことです。自動的に話の辻褄を合わせようとしちゃうんですよね。そういう自分の心の働きがすごい怖いなって思いました。だから自分は信じられない。詐欺かなって思ったら最初から関わらないのがいい。それが今回学んだことです。皆さんの住んでいる国とか地域では流行っている詐欺ってありますか？ぜひ教えてください。いろんなパターンを知っていることが対策につながるかもしれないですからね。はい。では最後に宣伝です。皆さん、日本語を話すときに自然なアクセントっていうか日本人らしいような話し方をしたいって思っていたりしませんか？そんな方のために日本語の発音やリズム、ピッチアクセント、イントネーションを勉強できるコースを作りました。で、そういうものを学んで実際に話すときに応用していこうっていうコースです。何かそういう理論を知っていた方が実際にシャドーイングするときにも有効かなっていうふうに思っています。で、あとそのコースに入ってもらうとプロナンシエーションチャレンジ、発音チャレンジというものがあって、毎月決まった表現を読んでもらうんです。で、それを録音してもらってサイトにアップロードしてもらって、でそれを私が聞いてですね、ここの音はこういうふうに言うともっと良くなりますよっていうアドバイスをするものです。多分ね、毎月挑戦してもらえるとすごく発音が良くなるんじゃないかと思います。自分がどういう話し方をしているかっていうのに気を配るようになるからですね。興味のある方はぜひサイトをチェックしてみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。はい、では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。また次のエピソードでお会いしましょう。